伸ばしたり、前後に開いたり、開きっぱなしにしたりっていうストレッチをあなたはもしかしたらしてるんじゃないでしょうか。絶対にダメです。伸ばしっぱなしにしない。1、2、じゃらん。腰痛肩こりの駆け込み寺へようこそ。治療家の山内義弘です。今回はですね、寝ながらできる股関節がふにゃふにゃになるストレッチをご紹介させていただきます。普段ね、ストレッチなかなか続かないっていう方がね、多いんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、テレビを見ながら、スマホを見ながら、雑談しながら継続することができる、とても簡単で効果のあるストレッチです。将来の健康にもものすごく役立つ情報をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速いきましょう。まず最初にね、頭に入れてほしいことがあるので説明していきますね。実際ストレッチっていうと、伸ばしたり、前後に開いたり、開きっぱなしにしたりっていうストレッチをあなたはもしかしたらしてるんじゃないでしょうか。絶対にダメです。そしてかなり危険です。筋肉ってね、そもそも縮んでなんぼなんですよね。なので伸ばしっぱなしにしてしまうと硬くなってしまうんですね。なので筋肉を伸ばしてるつもりでも実はすごく負担をかけてるっていうこともね、起こってしまうんですね。私の紹介するストレッチっていうのは寝ながらでも安全安心に行えるストレッチなので、ぜひね、楽しみにしてご視聴くださいね。股関節がね、ガチガチに固まってしまうと将来とてもね、悪影響を及ぼすデメリットがね、2つあるんですね。1つ目はね、股関節って前部の筋肉が固まると坐骨神経がね、こう通っているので、将来坐骨神経痛をすごく発生しやすくなります。それが発生するっていうことは、将来腰痛や足のしびれ、このね、2つが起こりやすくなります。2つ目、股関節が硬くなると骨盤のね、前の筋肉こう伸びなくなるんですよね。なのでものすごく姿勢がこうやって悪くなります。猫背にもなりますよね。年齢的にも老けて見えるっていうことがあるんですね。もちろんそういう状態を続けるとどんどん歩けなくなります。なのでぜひね、これから一緒にやっていきましょう。こうやってね、じわーっとするストレッチ、毎日意識しながら続けるのってなかなか続かないですよね。私がお伝えするこの股関節ふにゃふにゃストレッチっていうのは、寝ながらでも簡単に毎日続けられる。これは山内流のね、ながらストレッチの中では初級、最も簡単な部類のストレッチにあたります。一緒にね、ぜひやっていきましょう。では早速ご紹介していくんですけれども、今から狙う深層外旋六筋、外旋っていうのはそもそも外開きする筋肉ですね。膝を伸ばして足を外側に転がせば、ここの臀部の深層の奥の方の筋肉が縮んで働いているということなんですね。ストレッチした筋肉を緩めると勝手に足が外側に転がります。これつまり筋肉が自然に収縮してるんですね。山内流のストレッチっていうのはただストレッチするだけじゃなくて、ストレッチした後にワンって収縮する能力も与えてあげます。関節にも安全簡単にできるストレッチっていうわけなんですね。なのでまずイメージとしてはちょっとみんな準備してもらって、もうこうやってダランってしてもいいですよね。こう内側に転がしましょう。そうすると臀部の筋肉がストレッチされます。で、力を抜くと反対に転がります。1、2、ダラン。1、2、ダラン。イメージつきましたよね。1、2、転がす。1、2、転がす。座ってても寝ててもどっちでも大丈夫です。ここまでできたらもう少し狙ってね、臀部の筋肉にアプローチしていきましょう。この梨状筋と、あとこの下の方の大腿方形筋。梨状筋っていうのはちょっとだけ足を閉じてストレッチするとすごくストレッチできるんですね。逆に足を閉じるとこの大腿方形筋っていうのは緩みます。なので今の理論を踏まえると、まず最初梨状筋、ちょっとだけ足を内側に閉じます。内側に閉じて1、2、ゴロン、1、2、ゴロン、1、2、ゴロン。もうこれ10回ぐらいだけで30秒でできますよね。じゃあ今度はちょっとだけ開く。そうすると大腿方形筋に対するアプローチができます。1、2、ゴロン、1、2、ゴロン。これだけです。内側で1、2、3。ちょっと開いて1、2、ゴロン。これをね、1日30秒ずつやってあげてください。寝ながらやるときはもうまさしくこうやって、今度は左足をやるとしましょう。左足をちょっと開きました。そして1、2、
ゴロン。1、2、ゴロン。1、2、ゴロン。で、今度はちょっとだけ閉じて。1、2、ゴロン。このストレッチの注意点としては、膝を曲げたままこうやってやると股関節への効果が少し薄れてしまうので、こうやって膝を伸ばした状態、ゴロンってやってあげてください。あとは伸ばしっぱなしにしない。伸ばしっぱなしにして終わっちゃうと、これ筋肉をストレッチするだけになっちゃうので、必ずストレッチした後はその反射、伸ばした後にワンって縮む、そこまで最後まで与えてあげましょう。ただ伸ばすだけじゃなくて収縮までを与えてあげるのが山内流のストレッチです。1日30秒やれば将来ずっと歩き続けれる健康を手に入れることができます。これから毎日やっていきましょう。私もこうやってね、テレビ見ながらとかパソコンやりながらとかこうやってゴロゴロ転がしてます。本当に寝ながらできてしまいます。これをすることだけで疲労ももちろん取れるし、血液の流れも良くなるし、骨神経の圧迫も取れるし、いいとこ取りなんですね、このストレッチ。一見足にやっているように見えて、実はもう猫背とか肩こり全体にも効くのでね、毎日やって健康を手に入れていきましょうね。ここは一向に改善しない腰痛や肩こりを持つ皆さんの最後の駆け込み寺です。私がね、長年研究して開発した講義、免許改伝を目指してね、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。皆さんはね、もう山内流の門下生ですから。そして何かこういう質問があるとかね、要望があればね、コメント欄にご記入ください。今回の動画、ためになったなとか、良かったよって思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次お会いしましょう。